様こんにちは、ネイジの猪俣です。チャンネルをご視聴いただきましてありがとうございます。今回はこちらのパーのトートバッグを作っていきます。今回外側にポケットを作らない仕様にしてみたんですけれども、内側の方も仕切りのポケットがついていて、反対側には小さいポケットの方もついています。半分はミナペル骨の歯切れを使って、もう半分はツイードの生地を合わせています。よかったら一緒に作ってみてください。それでは早速始めていきましょう。それでは準備するパーツの紹介です。こちらが外布の本体2枚になります。そしてこちらが内袋の本体2枚です。側面も2枚ずつ用意します。そして内ポケットの方が表側に出る分と内側に出る分と1枚ずつ用意します。そしてこちらの小さいポケットの方のパーツも1枚ずつ準備しています。まずは本体から説明していきます。こちらの型紙の作り方は動画の後半の方で紹介していきます。そうしたらですね、こちらの内袋の方のサイズなんですけれども、こうやって重ねると外袋の方が1センチ長いように裁断をしています。これはバッグの中でちょっとごわつきが出てしまうので、そちらを防ぐために1センチ縫い代を減らした状態で仕上げていきます。続いて内ポケットのパーツになります。内ポケットはこうして重ねた時にこの内側に来る部分が2センチ長めになっています。同じようにしてこちらの四角いポケットの方も2センチ長めになっていきます。お好みでタグなどご準備ください。今回は持ち手をカシメで留める方法で進めていきますので、こちら48センチ2本準備します。幅は1.5センチになります。細かいパーツとしては今回カシメを使いますので、大カシメが8組と18ミリのマグネットボタンを1組使用します。当て布も2枚準備します。それでは側面のパーツの紹介をしていきます。側面は2枚ずつ準備します。こちらの表のパーには接着芯を貼っています。幅は13センチ、長さは43センチになります。内袋の方は1センチ小さくしますので42センチで仕上げていきます。それでは早速側面から作っていきます。こうして中表に重ねます。重ねたら端を留めていきます。そしたらここを1センチで縫います。こちらも同じようにして縫いましょう。今回は重機の職業用ミシン SL700EX を使用します。1センチ先に針を下ろして返し縫いからスタートします。縫い目の長さは 3.0 にしましょう。はい、縫い終えたところになります。そしたら縫い代を開きます。縫い代を開いたらコロコロオープナーでしっかりと倒しておきます。そしたら表にして両脇を5ミリずつ縫います。職業用ミシンの場合は押さえの端をこの端に合わせて縫うとちょうど5ミリのところに縫えるようになります。
じゃあこんな感じで縫い終えたところになります。ファーも同じようにして縫ったところです。でファーはこういう風に端を縫うとどうしてもこう潰れてしまうので、それをこんな感じで目打ちで整えてあげると縫い目がだいぶわからなくなるかなと思います。そうしたら内ポケットを作ります。内ポケットは内側になる方が2センチ大きめになってますので、こういう風に包むような感じの仕上がりになっていきます。まず中表に重ねましょう。こちらも同じようにして中表に重ねます。で待ち針で留めます。それぞれを1センチ縫います。縫い終えたら縫い代をこのようにして倒していきます。さらに包むようにして折り目をつけます。同じようにして小さいポケットの方もこうして折り上げます。大きいポケットの方はこの際の部分を縫います。段付き押さえに変えて縫っています。内ポケットは布を広げた状態でこの際の部分を縫います。小さいポケットの方はこの状態にしたら今度は底を合わせます。底を合わせて折り目をつけておきます。小さいポケットの方は返し口を5センチほど残します。これは縫わないというふうにバツをつけておきましょう。周囲を1センチ縫います。内ポケットは返し口から表に返します。表に返す時に角をしっかり出してから表にするとこう綺麗に出てきますので、ぜひお試しください。内ポケットはこのキルティングを目安にして留めていきます。だいたい上から7センチぐらいのところを目安にしてください。周囲を縫います。続いて大きいポケットの方をつけていきます。まず半分に折ってこの中央の合い印をつけます。これは最初にやっておく方がいいと思います。で合い印をつけたらこのキルティングの中央のところですね、ここに合わせます。で待ち針で留めましょう。そしたらこの脇の部分の高さを揃えていきます。そうしたらですね、ここの真ん中の仕切りの線を描いていきます。消えるペンなどで描くといいですよ。こういう風にして中央もずれないようにしてこう線をまたぐようにして留めておきます。そしたらここの周囲を5ミリで仮留めして、中央の仕切りはこう下から縫っていってこう一目横にずれたら下に下がるというような縫い方で進めていきます。
ケットが縫い終えたところになります。そうしたら側面を縫います。側面は返し口を作らなきゃいけないので、返し口を作る面をこちらにしようかなと思います。まず側面のこの中央のところですね、ここを先ほどつけた合い印のところですね、ここにぴったり合わせます。合わせたら待ち針で留めましょう。留めにくい時はクリップでもいいんですけれども、ずれないようにしてください。でカーブのところを少し避けてですね、平らな部分を先に留めておきます。そしてカーブの部分はこうキルティングなのでしっかりこう伸ばせばついてきますので、こんな感じで平らにして留めておきましょう。最後のカーブの部分はしっかりこうちょっとね、キルティングなので引っ張れば、しっかり止まっていくかなと思いますので、これで合わせておきます。そうしたら周囲を1センチ縫います。重なりの部分は返し縫いをします。はい、こんな感じで縫い終えたところになります。もしカーブのところが引っかかるようでしたら、最初にこのカーブの部分をこう切り込みをですね、こんな感じで入れておくとさらに縫いやすいかなと思います。こんな風に入れてから縫ってみましょう。では反対側も同じようにして合わせていきます。この中央の印がずれると全部ずれてきちゃうので、しっかり待ち針で中央は留めておきましょう。そうしたら返し口を作ります。今回はこの側面のところの平らな部分を使っていきたいと思います。ここにだいたい10センチぐらい空き口を作っておきます。でここは縫わないというふうに印をつけておきます。そしたら周囲を1センチ縫います。はい、じゃあ返し口を残して縫い終えたところになります。これで内袋が完成になります。同じようにして外袋も側面をつけていきます。外袋はファーを使いますので、ファーが出てこないように気をつけながらですね、留めていきます。はい、そしたら同じようにして1センチを縫います。縫い始めはここの底の部分から縫っていくと縫いずれが防げますので、まず中央から中央から縫い始めていきます。カーブはゆっくり縫うといいですよ。で反対側は上から縫っていって、最後にこの中央の縫い目で重ねていきます。はい、では縫い終えたところで、このカーブの部分に切り込みを入れていきます。こちらは側面も同時に一緒に入れていきます。ミシン目のギリギリの際のところまで入れて、だいたい7ミリ間隔でカットしておきます。はい、そうしたら表にします。カーブが綺麗に出てくるかなと思います。はい、そうしたらこの内袋の中に入れます。このポケットが、大きいポケットが見える状態で入れていきましょう。はい、じゃあこの口の部分が止まったところでぐるっと1センチ縫います。この側面の部分の縫い代は表面のこの外布側の縫い代を側面側に倒したら、内布の方は反対側に倒して縫い代が交互に倒れるようにして合わせておきます。
そうしたらこの部分からぐるっと1周1センチで縫いましょう。はい、それでは表に返していきます。はい、じゃあ表に返したところでしっかりこの縫い代のところを倒しておきます。はい、途中このタブとかですね、こういうループなどもつけてみました。では、内袋を中に入れます。そしたら上の部分をしっかり整えていきます。はい、じゃあこんな感じで止まったところで、この側面の真ん中のところからぐるっと一周塗って、もう1本5ミリ離したところですね、ぐるっと塗っていきます。あともう少しなので頑張ってください。縫い終えたところになります。こんな感じで2本のステッチを入れています。今回途中でこういうループをつけてみたり、こんな感じでタブもつけてみました。お好みで皆さんもアレンジしてみてください。で、今回上糸はブラウンの糸を使いました。で、下糸はベージュの糸を使用しています。糸調子が綺麗になっていれば裏面にブラウンの糸が出てくることはないので、こんな感じで試してみてください。それでは持ち手をつけていきます。持ち手はカシメで留めていきます。マグネットボタンは上から 2.5 センチのところに印をつけます。で、座金をこの中央のところに合わせて1と書きます。先の切れるハサミでこの部分を切ります。そしたら返し口から手を入れてマグネットボタンを差し込みます。同じように切り込みを入れた当て布を差し込みます。で、座金を挟んで部分を開きます。こういう硬いものを下にしてこうやって押し当てると綺麗な平らになってきます。反対側も同じようにしてつけます。そしたら最後に返し口をこの字とじで縫います。はい、いかがだったでしょうか。これで完成になります。今回はまちにファーを使ったトートバッグの方を紹介させていただきました。半分は布合わせをして端切れをですね、こうランダムに組み合わせていくという方法と、もう一つのこの半分の方はツイードの生地を使用しています。ツイードの生地は冬に使うと結構上品な仕上がりになりますので、よかったら素材の方も参考にしてみてください。今回のレシピは猪俣由紀の毎日の布小物、こちらの書籍の方に掲載がございます。よかったらこちらも参考にしていただいて作ってみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。動画が気に入っていただけましたら高評価、そしてコメント欄の方もお待ちしております。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。